はいどうも、マフィア梶田です。今日はですね、妹の新居にやってまいりました。日本に帰ってきて、ようやく住むところが決まったということでね、引っ越し作業を終えて、部屋のセッティングもできたということなんで、あれをやりたいと思います。YouTube でたまに見かけるおしゃれな企画、ルームツアー。一度やってみたかったんですよ。なかなかね、やらせてもらえる相手っていないんで、今回ちょうどいいなと思いまして。じゃあ早速ですけれども、どんな部屋になっているのか見に行ってみましょうかね。元気？いらっしゃい。ようこそ。はい、じゃあいよいよ中に入っていきましょう。どうぞ。はい、新居引っ越してどんぐらいだった？引っ越してちょうど2週間くらいだね。ああ、まずその程度か。まあ俺今日初めて来たけれども、部屋の内装というかインテリアは大体終わった感じ？そうだね。もう大体必要なものは全部揃えた感じ。で住み心地はどうよ？住み心地いいね。気に入ってる。気に入ってる。気に入ってる。でだな、今日はそんなお前の新生活に彩りを添えてやろうと思って遊びに来たんだが、やっぱりその引っ越した直後殺風景だと思ってな、いい感じにインテリアになりそうというか、お前の部屋に彩りを与えるお土産持ってきた。ありがとう。これ何ですか？餃子男。餃子男。可愛いだろ。初めて見たこれ。餃子の妖精だ。きっと殺風景な部屋に住んでるだろうなと思って、これをどっかうまいとこに飾ればそれだけでおしゃれ具合はもう群発に上がるよ。面白いこれ。おしゃれ度合いプラス10ぐらい上がる。なんか彩りを添えるっていう割には色がないですけどね。顔もないよ、むしろ。まあそういうことじゃねえんだよ。やっぱ雰囲気だから、彩りっていうのは。雰囲気だ。こいつが部屋にいるだけで、なんかそれだけでもうなんか魂のクラスが一つ上がるだろう。でもなんかグッってなるね、見るたびに。同じやつ俺持ってるから。同じやつ持ってるから、お揃いだよ、お揃い。しかも同じポーズ？こいつポーズ好きに撮れるから。あ、これ全部できちゃうんだ。そう。だからこいつをどこに飾るかも含めて、今日ちょっとルームツアーしながら。楽しいね。決めていこうと。やってみましょう。どこに置くのが一番いい。じゃあそろそろね、各部屋見せてもらいましょう。で、この部屋入ってさ、まず最初に気になったのは、お前そこのこの給水器。給水器？引っ越して2週間だよな。いいでしょこれ。何よりも優先してこいつ入れたの？入れた。どういうこと？どういう理由で給水器入れたの？なんかこれがあると毎日お茶もコーヒーもすごく簡単に作れちゃうし、あと何よりお水をね補給して外出時も持ち歩けるのが嬉しいなって思って。ちなみにだけど、日本って水道水飲めるの知ってた？飲めるの？なんか田舎の方とかは知ってたけど、東京のお水って飲めるの？いつの時代の日本の話してる？俺らが正直生まれた頃くらいから東京の水は飲めたはずだけど。飲めたっけ？飲めたよね、ショーン。あら。美味しいです。あらま。お前海外生活長すぎて日本のイメージ狂ってしまったんだな。本当にね、なんか山奥のところとか生水飲んじゃいけない国ばっかり行ってたが。いや、スイスはもうね、生水飲み放題だった。補給もし放題。外の噴水とかでね。スイスと一緒。東京も？あれオフィスくらいでしか置かない、あんなの。本当に。しかもお前給水器マチャガナ TV のステッカーお前これ貼っちゃって、お前返品できんのこれ？大丈夫。可愛いでしょ。まあいいんだけど、涙ぐましいよ。お前これこの間行った自販機のハンバーガーの箱じゃねえか。そうですよ。これもね気に入ってて。お前空き箱をケースにするくらいなら給水器を我慢しろよ。これで
もあえて使ってるんだもん。あえて使っておしゃれで使ってんのか。もちろんよ。ハンバーガーで俺おしゃれかな。でもなんか俺はもう一般人と隔絶した感覚すぎて分からなくなっちゃってるのかな。おしゃれかもしれない言われてみると。私レトロなの好きなんです。そうか。一緒で。まあいっか。とりあえずはまあ保留しとくけど、お前月々の生活苦しくなったらまずこいつを切ることを考える。給水器メーカーの方すみませんね。うちのオフィスでは契約させてもらいますんで、こいつの家はとりあえず今俺は兄として心配してますんで、ぶっちゃけ言うとここはねうちの妹社会的信用がなかったもんだからうちの会社で契約してるから社屋なんですけれども、だからこうやって撮影でもね普通に使えるようにしようかなと思ってるんですけれども、まあいいか、ギリギリオフィス判定で変えてくれますか。嫌だよ。何言ってんだよ。なんで俺がお前の給水器のために金払わなきゃいかんのよ。お水はね、命の源なんだよ。分かって、水道から得ろ、その命の源をお前。ちょっと飲んでみるね。ここじゃねえな。ここ水じゃねえな。水の上じゃねえな。餃子男。お米のお供に餃子男はいいかもな。炊飯器の隣とかに置いとくのはいいかも。そこでもいいね。なんか様になってる。あとこの中に放り込んでおく。中に入れちゃうの。入れとけばもうわかんない。なんか雑じゃない。雑。可愛い。なんか結構存在感を放つね、この子。そうだろ。このプリッとした。このプリッとしたケツがいいんだよ。餃子男。なんせ餃子の妖精だからな。まあいいや、とりあえず給水器の話に夢中になっちゃったけれども、完全の部屋だ、俺が見たいのは。じゃあ次はお前がメインで過ごしてる、自分の部屋って感じだ、自分の部屋に行ってみましょうかね。このエリアがお前の憩いの場所。そうです。まあいわば自分の趣味部屋かな。そうだね。作業部屋とも言えるか。そう、作業部屋、仕事部屋。そうだな、思ったよりも結構シンプルめに収めたなっていう気はするけれども。そうだね。お前ちょっとこだわりのポイント紹介してくれよ、この部屋。こだわりのポイントね。実はこの机、このデスクはショーンが組み立ててくれて、すごく気に入ってる。部屋のさ、テーマって何？どういうものが好きでこういう部屋を構築してるの？ろうそくが似合う、ちょっとタイムワープしたような、なんかそういう感じ。ライブラリー的な。そう、ライブラリー的な部屋が理想ってことか。あとちょっとクラシックな感じ。クラシックにもさ、いろいろあるじゃん、どこの国のものとかさ。どちらかというとヨーロッパかな。ヨーロッパ風味。これとか。これ何？ダヴィンチコード？そう、ダヴィンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチのカレンダーです。カレンダーか。ヨーロッパのアンティーク風味の部屋を作りたいっていうことだな。そうだね。ろうそくが似合う、ライブラリーとか入ると若干ちょっとファンタジー寄りになる気もするが。でもファンタジーもちょっと入ってるよね。なんかこういうの。正直これなんだとか思う。これなんだ？これ知ってる？知らないって、だから知らないから聞くよこれ。何これ？これはね、ヒマラヤ岩塩なんですよ。ヒマラヤ岩塩？知ってる？ヒマラヤ山脈の方で採れるソルト。塩？そう、だから溶けちゃうの、すごい熱かったりすると。湿度に弱いからなんで常につけっぱなし。机の上に塩を置いてある？これね、なんか落ち着くじゃない？この光。なんで光っとるこの塩？触っていいのこれ？もちろん。あとこれ中がね、電球入ってるから。バッテリーつながって。もちろんですよ。飾りにしてあるの？そう。でここにも石あるの？なんでこんないっぱい石があるの？これはローズクォーツっていうね、原石。まだ研磨される前だから、その良さが味わいあるでしょ。あとね。天秤座。これちゃんと変えれるよ。ほら、こうやって。飾りかこれは。ちなみにこれも石です。何の石これ？これはね、ラブラブライトっていう宇宙的な
ラブラドライト。そうなんか神秘的でしょこの。初めて聞いた。あれだね、コンビニで売ってる草餅草団子に似てるねこれ表面。あでも確かに和菓子みたいだな。あちょっとスルーしないでね。何を？これ可愛いでしょ。いいでしょ。なんでスルーさせてくれなかった？これはどうしても。これどうしても見せたかった。見せたくってスイスからちゃんと持って帰ってきた。スイスから持って帰ってきた。いつ泣き止むのこいつ。あ止めないとねずっと泣き続ける。なんなんだよ。なんなんだこの生き物。止まんねえじゃん。こっちか。ああびっくりした。泣き続ける。泣き続ける。時計止めないと。一応目覚まし時計なんだけど、自分で止めないといけない。ここのスイッチでこれ鳴き声ただ聞きたい時に押すスイッチの。そうよくできてるよね。なんか知らんけどお前カエル好きだよな昔から。よく撮ってたじゃない。そうだな、カエル取りに行って女の子じゃ珍しいけどな。私好きだね。これ何薬箱なんか。あそう薬箱とかね。なるほどね。これもショーンが組み立ててくれた一品です。これお前の本棚？そうここをね全然足りないんだけど、一応今ある分だけは置けちゃうから。これは着替えとかですかな。そう。すごく簡易的なものにしたけど。ここら辺のこのお前のチョイスこれ。チョイス恥ずかしいですよ。いやこれはなんつうのかな。すごい趣味出てるよね。隠すの忘れてた。サブカルの匂いすごいな。サブカルって何？サブカルチャー？サブカルチャーだな。あ、そうだね。サブカルの匂い、別に悪いことじゃねえんだが、なんかこういうの好きだったんだなっていうのを今初めて知るわ。なんかロマンがあるじゃない？なんか。そうね。この中で異彩を放ってんだムーが。なんで地球の歩き方でムーをチョイスした？これね私も初めて買ってなんか表紙に惹かれちゃったの。ムー的地球の歩き方に惹かれたのかこの表紙に。そうこれ興味深い内容だなって思って。いや興味深いのは間違いない。俺も好きなんだけれども、知ってる？ムーって。いや知ってるね。日本で一番有名なオカルト誌じゃないか。そうなんだ。私初めて知ったんだけど。初めて知って、それに惹かれちゃって。でもなんか、読みやすいなめちゃめちゃ。ムーが編集してるのかなこれ。地球の歩き方とコラボしてるとか。そうね。いろんな人関わってる。これよく読みやすいようにできてるわこれ。なんかあれだな。あげようか。そうだな。パッと見の印象でクソやばいなって思ったけれども中身見るとすげえ読みやすいな。Amazon ランキング1位がすごいな。スピリチュアルとかも好きなんだな。好き。タロットだの世紀末パリだのヨーロッパ、芸術哲学、なんかそこら辺が学問としてすごく興味深いなと思って。これなんだ？これ可愛いでしょ。猫のブックスタンド？親子、そうブックスタンド。メガネがねずれてるところがまた味が出てるの。そうだな。どこで買ったの？これネットで頼んだ。まあなかなかいいな。これなんだ？これ何の絵だこれ？これはねパリの街中を歩いてた時に、おじさんが一人絵を描いてて、その人から購入した。街で絵売ってるおっさんから買った。そう。名もなき名はあるけど。これまた石か。これもね気に入ってるんですよ。石の魔女かお前。石の魔女。ちょっとそれもちょっとテーマにつけようかな。石の魔女？このお部屋のテーマに。この餃子くん。お前もう餃子男でもずっと餃子くんって呼んでるな。まあいいけどいいんだけど好きに言うと。違うな。なんだろうな。食い物と石の組み合わせってあんま良くないな。逆
逆になんか石のパワーを吸って美味しくなりそうな気もするけどね。餃子が、聞いたこともねえ理論だな。餃子が石のパワーを吸って飲む石の波動を受け取って。ここはね、なんかソファーのカバーもつけようと思ってる。ソファーカバー。そう、この色も気に入ってるんだけどね。でも小さいソファーだな。あ、潰れるソファー。潰れ俺が座ったぐらいで潰れるようなもの買うんじゃないよ。じゃあこれだって結構ミニじゃない？ミニだけど大人の男一人座って潰れるはないだろう。潰れないよ。がちっちゃく見える。潰れないよ。なんかニーとショーンが並んで座ってるところを見てみて。狭すぎるわこんなの。すごいキツキツになるよね。おお。いいでしょう。寝れちゃうんですよ。寝れちゃわない。俺のサイズだと寝れちゃわないこれ。2サイズだと無理ですけどね、残念ながら。私ギリギリ寝れちゃう。兄めっちゃはみ出てる。もう横も足りないんだけど。寝れちゃわないこれは。なんかすごく快適そうに見えない。狭い。だからね、ここが気に入っちゃってね、広げられちゃうから。まあいいんじゃないか。女の子にはちょうどいいくらいのサイズじゃないか。オッケー。じゃあもう一部屋行ってみようか。はい。なんと和室がついとるんだな。そうなの。何のために和室付きの部屋をチョイスしたのかわからんが、そもそも日本に越してきてすぐに住む部屋でこれをチョイスするのはやっぱりちょっとなんか郷愁みたいなものがあった。日本に対するなんか気に入っちゃった。やっぱり和室いいなと思った。そう、和室のこの特有の匂いがすごく好きで。分かんなくはないけどな、俺も畳張りの部屋好きだし、畳の匂い。親父もよくそういうこと言ってた。畳の部屋がいいみたいな話はそういう血なのかもしれないね。気づいてくれた？これランタン？これね、これもショーンと一緒に。ランタン風のライトな。明るさ変わるんだ。なるほど。これもいいでしょ。いい雰囲気だな。この辺はこれなんだ。飾りか。この辺はね、こういうね、なんだ。一応ライトになってるんだけど、加湿器っていうのかな。ここから蒸気が出るの。こんな加湿器あんの？プラスね、それでこの香り、なんていうんだっけこれ。アロマ。そう、アロマ。これをね入れたらいい香りも出てくるから。加湿器プラスアロマディフューザープラス電気。プラス電気。なんか色もライトも。そう、ライト。すごい気に入ってる。これも持ち帰ってきた。こういうなんとか機能はもちろんだけど、見た目にこだわるところは兄弟って感じだな。俺のアメリカンガレージもこんなもんばっか置いてる。あ、本当。あ、そうだね。いいもんレトロ好きだからね。見た目第一。これ見ていい？恥ずかしいものが。いや、ちょっと恥ずかしいものが入ってる。なんていうの？俺にはなんか技術の道具にしか見えない。アフリカかなんかで買ってきた。ネイティブアメリカンが書く政治？あ、やっぱり。なんか怪しげな草あったからやべえなって思って。もう出すしかない。これ、政治っていうんですけど、これを炊くとね、すごくいい香りがして。どこで炊くの？これね、ちゃんとね、それ専用の貝殻があって。専用の草を炊く専用の貝殻。そうなんですよ。ちょっと見せますね。お前さっきまでヨーロッパの話してたのに、途端にネイティブアメリカンの話するのどうして？これ貝殻なんです。本当だ。これもネイティブなやり方？これはまあなんていうのかな、まあ実用的なやり方。ね、貝もずっと使えるしね。なんつうかタロットカードみたいな衣装がよく見かけられるけど。あ、よく知ってるね。ジョジョの奇妙な冒険読んでるから。あ、出てるんだタロット。逆にそっちを知らないのか。結構タロット関係する内容なの？そうだね。第4部な。
第4部から読んでもいい？あ、いや第3部か。第3部読んでみたい。まあそれはとりあえずいいんだが、このザ・ムーンをなんでわざわざ飾ってんだ？これはね、この絵が特に気に入ってて、この船出、もう今から旅に出ますっていう感じの、この船がすごくいいなって思って。なんかロマンがあるじゃない？となんか人がいる。じゃああれなんだろう、特に正位置の月に対する意味合いとかで飾ってるわけじゃない？そうなの。これはね、本当にそう意味っていうよりも、もう本当に絵が好きで。いいんじゃないかな。なんかロマンがあるよね。ペルソナとかもやってみていいんじゃないか。ペルソナって何？ゲーム。タロットカードが結構重要。というか出てくるキャラクターの属性がみんなタロットカードで表現されてる。そうなんだ。ちょっと見てみないと。ゲームそれは。ゲーム。お、ちょっと見てみるね。まあ好きになるんじゃないか、多分やってみる。これは誰の格言？一歩一歩自分の足で一歩一歩。三木祐介さんだったかな。知ってる人なの？知ってるっていうか、ネットで調べて、その人の絵がいいなって思って購入したんだけど、何年も持ってる。もう香港、スイス、いろんなところを渡り歩いて。そんなに気に入ってんだ。あと俺知らなかった。使いやすいというか、すごい好き。絵も好きだし。三木祐介さん。のんびりのんびり、のび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 。どう？いいこと言ってるのかな。これはなんかあれだな、ほっこりはするな。ほっこりはする。幸せあなたのすぐ近くにたくさん。一歩一歩自分の足で一歩一歩。あなたの笑顔があなたの周りを幸せにします。今日がダメでも明日はまた新品の一日。いいでしょう。濁流のように前向きさが襲いかかってくるな。悪くないと思う。元気になれるんじゃないか。お前結構あれだな、なんか自分の気に入ったものに対するはっきりとしたあれがあるんだな。好きなものはでも置いちゃうね。やっぱり嬉しくなるから。こういうの俺ネットで調べようとしないもんな。なんか芸術家というかそういうアーティスト系のものをやっぱり趣味は兄弟でこうも違うんだなって思う。これ俺があれだな、オンライン UFO キャッチャーで撮ってるから、気まぐれで挑戦者なんか撮れたやつ。でもよく撮れたねこれ。難しそう。これお前にやるまでずっとなんか扱いあぐねてて、ずっと真空パックに入ったまま部屋にいた。真空パックってようやく役に立ってよかったよ。ふこふこでね、気持ちいいの。そうね、なるほどね。どうする？餃子男。餃子男。どこに飾る？あ、こうするじゃない。どうしてるんだそれ今。コーヒーのお供に。コーヒーのお供前いいんだけど好きに使えば。まあ好きなところに飾ってくれよそれ。ありがとう。これお花とかとも可愛いね。ああ、いいんじゃないか。この中にこの中でもいるから花が。ちゃんと醤油皿と爪楊枝もついてるから。お供に？お供に好きなように混ざってる。なんならもう食事の時に餃子男そばに配置しながら餃子を食うと一味違うかもしれない。それどういう感情？これ何育ててんの？これね、クローバーかな。なんかちゃんと出てきたんだよね。もう愛着湧いちゃって。一回視察に来てよかったわ。じゃないとまたなんかちょっとずれた生活を送らせることになってたかもしれない。とりあえずあれだな、今後の目標としては、この石の魔女風の部屋をもっとなんかガンガンいじっていくんだろ。そのつもり。そしたらまた取材に来たいと思います。どんどんね、妹の、部屋が充実していくところを皆さんも楽しみにしていてください。それではマフィア梶田の YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。また次回をお楽しみに。バイバーイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。